JTCC がトップドライバーによる超スプリントレースならば、こちらの GT はマシンの戦いです。そのマシンを上げれば日本勢ではスカイライン、スープラ、これに対抗する外国勢はフェラーリ、ランボルギーニ、そしてポルシェ勢です。こういった車が250キロから300キロのセミ耐久を戦うこのレース、非常に興味深いものがあります。今回はこうした出場マシンをそれぞれ特徴的なところをつかみながらご紹介していきたいと思います。1994年からスーパーカーの祭典として生まれ変わった全日本 GT 選手権。このシリーズに参戦しているマシンはフォードアセダンのツーリングカーとは異なり、国産ヨーロッパのスーパーカーをベースに作られている。中でもこのシリーズ最大の特徴は、エンジンに送り込まれる空気の量を制限するエアリストリクター装着の義務付け。これを装着することでマシン間の性能格差を少なくし、接近戦を可能にしているのだ。また各レース1位から3位までの入賞マシンにそれぞれ30キロ、20キロ、10キロのウェイトを積むハンディウェイト制もマシン性能の均一化を図る重要なファクター。このウェイトがチャンピオン争いに大きく影響してくるのだ。それではこのシリーズに参加しているマシンを紹介しよう。昨年の覇者カルソニックスカイラインは第2戦から R33 にスイッチ。 R32 の4駆仕様、昨年のマシンで戦うのはゼクセルワイズスカイライン。ユニシア JX スカイラインも第2戦で R33 型をデビューさせた。 GT のために生まれたポルシェ 911GT2 マツダコレクション出光ポルシェ。開幕戦でデビューの FET スープラは三崎長坂のベテランコンビがドライブ。国内 GT 専用に開発されたジョンソンスカイラインは第3戦から登場。964のシャシーに GT2 風エアロパーツを装着したプローバポルシェターボ。ストリートチューン界では定評のあるジュンが手掛けたジュンスカイライン GTR。 ルックスが最も GT らしいマシンといえばフェアレディ Z。 N1 時代からのベストコンビ山田田島組の総合警備ポルシェ。タイサンスターカード F40 は国産 GT 勢最大のライバル。開幕戦から GT2 を投入した松田鈴木組。カラーリングが美しいカストロールスープラはルマンの覇者関谷がドライブ。元 F1 ドライバーのコマスが狩るセルモチューンのスープラ、一発の速さが光る。昨年終盤から登場のサードスープラ GT、 グループ C のノウハウ満載。人気急上昇の F40、 ララウリのドラテクがファンを魅了。昨年はアメンボウシルビアとして注目された京都近鉄 ARP シルビア。開幕戦で鮮烈デビュー、ポテンシャルの高さを見せたジョモスカイライン R33。 N1 マシンでどこまで食い込むレッドトランピオ GTR。 イタリア本国で本格スーパーカーに仕立てられたレイン X 田村ディアブロ。ご存知クニさんドリキンのチームクニミスは今年も RSR ターボで爆走。元グランプリライダー八代のドライブで注目のシュロスポルシェ。 RE アメミヤから登場の RX7 は2クラス台風の目。 R31 型ながら性能は2クラストップレベル村内亀井 GTSR。 早川吉田組の FC3S は第2戦富士のみに出場。 RX7 使いの野上小清水組、学生の手によるメンテナンスにも注目。福島川崎組の RX7 は R31 型スカイライン最大のライバル。仙台から登場の TKC 鈴木会計ポルシェは鈴木杉田がドライビング。グループ A 時代に一世を風靡した M3GT でもその強さを発揮できるか。第2戦富士のみ参戦、林金森組のナックベストスカイライン。元 F3000 ドライバーの池谷が狩るコブラポルシェ RS は第2戦から登場。ぶっ飛びギャル岡野谷潤がドライブするランティックスカイライン、速さもぶっ飛び。昨年の JSS チャンピオン袖山は大勢一新、第2戦からポルシェで参戦。2クラスで他を圧倒する速さを見せる外国やスカイライン。 M3 勢の中で侮れないのがクロス山岸組サウンドストリーム M3。 2クラス最大の注目 DTM 仕様の M3 はさすがの実力派。1994年から GT シリーズが始まりました。その第1代、初代チャンピオンというのが3人型のスカイラインでした。95年になりますと R33 型、新しいマシンが出てきたわけなんですが、この辺りの進化の状況、水野さんにお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。水野さん、32から33に変えた、当然、優位性を持って、何かこう掴めるものがあるから33を選んだと思うんですが、33を選んだ理由というのは？
そうですね、やっぱり車の大きさがね、非常に安定した大きさだっていうのは一つあると思いますね。で32って車ご存知ようにね、グループ A もやってずっとよくやったんだけど、やっぱりよく曲がるんだけど高速コーナーの安定度みたいなものがもう少し改良の余地があると。でそこ行くと33の方がやっぱりロングホイールベース化してるし、やっぱりブレーキングだとか高速コーナーの安定性ってのあるんで、33で少しその辺を詰めてみたいと思ってます。その33型なんですが、ライバルチームスープラが速くなってきた。今後どういった方向で開発していくんでしょうか。一つはね、スカイラインの直録エンジンっていうのがまだまだポテンシャルを完全に出し切ってないってところありますんで、32の GT まではグループ A のエンジンベンジスにやってきました。で33になって実は今年から制御方式いろいろ変えてるわけですね。より細かい燃料の燃やし方みたいなものを一つテーマにしていろいろ開発してますんで、これの倍近くのポテンシャルは今後出せていけると思ってます。そういった意味で2年連続チャンピオンというの可能性はいかがですか。まずチャンピオン争いができて取れるというところまで初年度は持っていきたいですね。1994年の GT チャンピオン星野レーシングです。その時のチャンピオンマシンというのが32型の GTR でした。それも4駆、それが95年になりまして、33型、それも FR になりました。初めての FR ということで車の作り自体はニスモと一緒ですよね。その辺でオリジナリティを生かした車作りっていうのはあると思うんですけども、どんなところを細かいところでいうとやってます。うちの方といえばまず空力の面と熱対策、そっちの方はもう結構いろいろとやってますけれども、チンスポイラーにしてもエアダム方式にしてますよね。この辺はどういったところか。これは去年32でもいろいろテストしてみたんですけれども、ドライバー乗ってても分かるぐらいはっきりしていい結果が出たんで、33でも活かせんじゃないかと思いまして。あとは、シート位置ですね。極端に後ろに下げてる。その他リアウィングもオリジナルのものを使っている。こういった細かいトライが毎戦ごとにしてるわけなんですけれども、その辺はドライバーとのミーティングで決めるわけですか。そうですね、やっぱりドライバーとミーティングと、あともうメカニックみんなでいろいろ考えて、今までの経験の中からでのことでやってますけれども。そしてサスペンション系でいけば基本形式は同じ。変えるとこといえばダンパースプリングなんですが、この辺りはダンパーはうちの方でもテスター回していろいろなタイプのやつ作ってますから、 GT 用にオリジナルでうちで開発してます。この33型 GTR、これからトライする項目っていうのは何があるんでしょう。全てにトライはしていきたいんですけれども、足からもればちょっとずつやっていきたいと思ってるんですけど、これからのテスト次第頑張っていきたいと思います。94年は32型 GTR で、数々の輝かしい戦績、中でも十勝24時間を、優勝で飾った長谷見チームなんですが、32の、当然データをもとに33を作ったと思うんですが、どんなところがそのデータとして生きてるんでしょうか。そうですね、今言ってた、十勝24時間の後にボディ構成が落ちて、車のセッティングが決まらなくなったと。その後補強をあちこち入れたんで、それがかなり効くと。32でやった補強をもう最初から盛り込んで、車を製作しました。この33になって補強以外のところですね、空力パーツなどというのもある程度オリジナリティを出していかないと同じ格好ですからね。どんなところを徹底しているんでしょうか。基本的に箱の車なんでアンダーステアが強いっていうことで、フロントのダウンフォースをもっと出そうということで、フロントにバンパーもリップをつけるというような改造をしてきました。もうそれこそセンチの単位というかミリの単位での攻防ということになるんですけれども。そうですね、全長を変えられないとか、バンパーの外輪から出ちゃいけないっていうのがあるんで、できる限りやるということですね。ではこのスカイライン GTR の活躍ぶりを中心に GT 選手権第1戦鈴鹿 GT300 を振り返ってみよう。舞台はご存知世界の鈴鹿サーキット。ポールポジションを奪ったのはマシン開発が遅れたため R32 型での参戦となったベテラン長谷見正弘。ジョモの33に対してのハンディキャップ、それとは逆に32の信頼性、どちらを考えていましたか。そうですね、全く違う車なんですよね。エンジンにしてもシャシにしてもサスペンションタイヤにしても全く違うんですよね。だからとりあえずは間に合わなかったから32ででもポールは取れると思ってなかったんですよね。で固くいこうと。それで次から33で力入れてと思ってたんですけどね。ただカルソニックが4駆使ってますからね、コンスタントくるんですよね。その辺肉がどのくらいちょっと落ちるかっていうのがちょっと心配なんですけどね。でももちろんやるだけやりますけどね。今まさに火蓋が切って落とされる新旧スカイライン対決。1コーナーの飛び込みと試験員の侵入が勝負どころだ。ではグリッドを紹介しよう。ポールから3位まではスカイライン勢が独占。スープラ勢に囲まれた6番手ララウリ太田のフェラーリ F40。ポルシェ勢のトップ
9番手につけたのはドリキン土屋と仏の国さん。スーパーカーったらこれしかない。ディアブロは悔しい16番手スタート。2クラストップのワコーズ M3 は20番手。最後尾から追い上げになるか。ランティックスカイライン。以上24台が出走した。今年はローリングスタート方式が採用される GT 選手権レース。セーフティーカーが離れていよいよスタート。ポールからうまいダッシュを決めたのは長谷美。一方4番手スタートのアンソニー・リードはスタートダッシュで出遅れ、サードスープラ、そして両雄ララウリに先行を許してしまった。右ハンドル初体験のコマスはローリングスタートも生まれて初めて。そのせいかあっさりと BP ポルシェにパスされてしまう。全くコマスたもんだ。これで土屋は一気に7番手まで浮上。しかしその直後パワステのオイル漏れが発生しトップ争いから脱落。これじゃドリフトできません。一方3番手争いは熾烈そのもの。ストレートスピードに勝るサードスープラが2周目カルソニックスカイラインをパスし、さらにジョモスカイラインに迫る。ではその鈴木敏夫のオンボードカメラで鈴鹿のコースを一周してみよう。まず 1,2 コーナーを回ってからの S 字。ここは3速のまま微妙なアクセルワークで左右に弧を描く。耳かっぽじってエンジン音を聞いてよね。逆バンクの手前で3速から4速にシフトアップ。ここからは4速全開。あっという間にデグナーへ。でもイニシア JX が小さく見えます。デグナー入り口で再び3速にダウン。アクセルワークではい1つ目。ほんでもってよいしょっと2つ目だ。2つ目抜けたら4速へ。でも全開時間は短い。すぐに2速までダウン。おっとっととヘアピンだ。ここを立ち上がればぐいぐい加速していくぜ。おい3速。続いて4速。はい5速。でもすぐスプーンが来るってことでここは5から3速まで落とすと。ああ苦しい苦しい。スプーンって一番きつい。横 G がかかりっぱなしで耐えるドライビングの連続。やっと抜けた。さあ加速加速。4速5速まだまだ。6速やっと6速。130R は5速に落としてアクセルワークと。いよいよ試験432と。あいけね。でもまあ気にしない気にしないと。さあ全開タイム6速までアップするぞ。ははは早いだろう R33 は。長谷美さんも早いけどね。さてレースは序盤からアクシデント続出。軽い接触があちこちで起きていた。ノンノンノンデンジャラース。アンソニーさんその青いスカイライン影山じゃないね。一方クラッチ不調で出遅れたものの必死で追い上げるカストロールスープラ。行くだよもっと前に行くだよおりゃあよ。おいおいおいコーナーは立ち上がり勝負だっつうの。まさか当たんねえと思ったんだけどな。すまねえなちょっと失敗しちまっただよ。こちらは一旦5位まで落ちた影山。チャンピオンだけにセッティングも完璧。徐々にペースを上げる。よしインに入ったぞ。チャンピオンだからな俺は。よいしょっと。おお影山さんファンタスティック。ジェフもクリーンね。全然どこも当たってません。マーベラス。私の生徒ならパーフェクトですね。それにしてもこの車ストレート遅いね。直線が速いサードスープラは再び1コーナーでカルソニックスカイラインをパス。だが影山は再度逆転を狙う。影山さんそこそこね。 You got it。 次は私がジェフをキャッチする番ね。サードスープラの前に出ようと虎視眈々のフェラーリ、そしてコマスのスープラ。4番手争いはますます過熱。トレビアン
F1 じゃフェラーリを追いかけられるなんてリジェではできなかったのに。10点フェラーリ。アレジよりボクちゃんの方が早いのになぜ雇ってくれないのですか。この4番手争いからまず抜け出したのはアンソニー。ジェフさん行きますよ。さっきの影山さんと同じところね。でも私の車は跳ねません。だって私はレーシングスクールのティーチャーですから。どうです、うまいでしょう。バランスを崩したジェフはララウリにもパスされる。モンシェリー、フェラーリ、ボクちゃんを置いてどこへ行くの。もう本当に邪魔っ気なスープラちゃんだこと。ボクちゃんのフェラーリが逃げていっちゃうじゃない。待って、ボクちゃんのフェラーリ。あら、ジェフのスープラちゃんたらこんなとこでブレーキミスしてくれたりして、ボクちゃんを前に行かせてくれるっての。ありがとうよ。さてレースも4分の1を消化したところで、がぜん激しくなってきたのが2番手争い。ディフェンディングチャンピオンの影山がじわじわとジョモスカイラインに詰め寄る。すいません、敏夫さん、俺のマシンやっぱ熟成してるんすよ。ルマンでは一緒に R33 乗りますから、とりあえず今回は前行かさせてもらうっす。ほんとすいません。あ、影山お前この野郎、そういうことすんのか。俺も F3000 は星のレーシングで走ってんだぞ。おい、なんだ手なんかあげて。4番手争いにも異変。さあそろそろランデブーよ。フェラーリ、アンソニーちゃんもララウリちゃんも覚悟なさい。あら、でもなんだかララウリちゃんたら様子が変。ララウリの F40 は4速ギアが破損、直後にリタイアしてしまう。かわいそうなララウリちゃん。でも仕方ないわね。あとはアンソニーさんね。ボクちゃんの腕前を見せてあげるわ。ねえ、ボクちゃんのが早かったらレーシングスクールの先生にしてくんない？それがダメなら車買いっこしましょうよ。あらあら、どうしたのアンソニーちゃんたら。オーマイガー、エンジンミスファイヤー、ターンプレッシャーアウト。これでコマスはローセス4位に浮上。一方アンソニーの F40 はピットインした後リタイアを余儀なくされた。その頃2番手の影山はトップの長谷見を脅かしていた。影山君のマシンは4駆だからね。僕の車よりタイヤの持ちがいいのよね。その分アドバンテージがあるのよね。そう、行きなさい行きなさい。チャンピオンだしね。こればっかりは仕方ないもんね。蓮見をかわしてトップに立った影山は確実にその差を広げ始め、そして蓮見の後ろにぴったりとつけたのが鈴木敏夫。よーし、もうすぐ追いつくぞ。あ、なんだよ蓮見さん、ピット入っちゃったよ。おい、トップ3台の中で最初にピットインをしたのはユニシアジェックススカイライン。予定通りタイヤ交換と給油を行い4番手でコース復帰。その次の週にはカルソニックスカイラインとジョモスカイラインがほぼ同時にピットイン。いずれもルーティーンだが、このピットイン次第で順位が入れ替わることもありえる。チャンピオンチームの素早いピット作業のおかげでタイムロスを最小限にとどめた影山はジョモスカイラインの脇をすり抜けていった。レースも後半に入るとドライバーそしてマシンに疲れが見られるようになる。一時は5番手まで浮上した鈴木松田組のポルシェは FET スープラと接触。また影山雅美がドライブするフェアレディ Z は27周目のスプーンカーブでコースにまき散らされたオイルに乗り痛恨のコースアウト。そして黄色いディアブロも同様にコースオフ。しかしこちらはすぐに再スタートできたもんね。3番手を走るユニシアジェックスはブレーキトラブルを抱えての走行。ペースが上がらない。どうもブレーキが効かないのよね。危ないからいつもより早く踏まないと。ジェフ君にパスされちゃったけどこればっかりは仕方ないものね。これでサードスープラは3番手に浮上。スカイラインの牙城を崩すことに成功した。一方スタート直後トラブルで最後尾にまで落ちた BP ポルシェ RSR ターボは終盤激しいプッシュを見せる。総合警備ポルシェを追い回して新旧ポルシェ同士の熱い戦い。観客も熱狂。トップ争いはすでに膠着状態。2番手のジョモスカイラインはポジションキープに徹して安定したペースで周回を重ねていった。
またトップの影山も十分なマージンを保ちながらの走行、王者の貫禄を見せる。ファイナルラップに入ってもピットに慌ただしい様子はない。51周を走り切り、いよいよチェッカー。優勝は R32 型カルソニックスカイライン。開幕戦限りの出場となるこのマシンが有終の美を飾った。2クラスでは外国やアドバンスカイラインが他社を大きく引き離して勝利した。ちょっとね、ストレートやっぱり向こうの方が速くてやられちゃったんだけど、もうじっくりいこうってもう最初から決めてたから、予定通り行ったからって感じで、車は何もトラブルなしで。ちょっと後半タイヤ取り替えてからね、よくわかんないんだけど、ボディのブレかなんかちょっとわかんないですけどね、ちょっとこうバイブレーション出てきちゃって、もう本当怖かった。チャンピオンシップでも星野レーシングは最高の滑り出し。今後のレースでニスモが、そして他のメーカーがどこまで迫ってくるのかが興味の焦点となった。